無事に滋賀県でのグループ展が終わりました。やっぱり展示に参加するたびにたくさん温かいお言葉をいただけて本当に励みになるね。私はもう常に悩み続けちゃうタイプだから、これで合ってるのかなって全然そんなこと考える必要はないんだけど、そういう風に考えちゃう癖があるんだけど、見てくださった方のリアクションを見て、このままで大丈夫かって思えたわ。希望がちょっと見え始めたなって思うことがあったりするから、もうちょっと勇気を出して頑張ろうって思った。これからも必要な人のもとに届くように青い女の子を描き続けようと思います。で、今回作家さんとお話ししてて、その一緒にグループ展に参加した方になんかもうすごい嬉しいことを言っていただけて、私の作品に込めてる思いとかストーリーとかを知ってくださった上で、とうこちゃんは自信がないのがいいよねって、そこがいいところだよねっておっしゃって、私それ聞いた瞬間、あ、そうきたかって思ったわけ。それありなんだって思って、私の性格は一言で言うとめっちゃネガティブなんだけど、そのネガティブっていうのは自分のいいところだなって思えてきたの、だんだん。なんだけど自信がないって部分はいいところにはならないと思ってたの。なんでかっていうと、ネガティブは生産性があるんだけど、自信がないって生産性がないと思うんだよね。自信がないってものから生み出されるものって何にもないというか、ネガティブから生み出されるものはさ、例えば最悪の事態を想定できるとか、そういうところがあると思うんだけど、自信がないってただたださ、失礼じゃん。逆に見てくださった方にも、自分の作品に対してもだし、自分自身に対してもだし、だから自信がないは本当にダメだなって思ってたんだけど、それがいいところだよねっておっしゃっていただけちゃったらさ、ちょっとパーって目の前が開けちゃった。最近すごく落ち込んでて、もう思い出せなくなってる。なんだっけな、そうだ、こういう自主的にやりたいからやってる活動って自分次第でやめるとか諦めるってことができちゃうから、なんかその道があるって気づいちゃったことが怖いみたいな。全然続けるんだけど、だから私これ整理してさ、あの時の感覚に似てるって思ったの。自分があまりにもこの世界から消えることしか考えられなかった時に、あれって本当に消えちゃうことってできるよねってことに気づいた時の恐怖、あれに近いなって後から気づいて、絵の活動に対してもそういう感覚が強いかもしれない。そう、そんなこと思ってたんだけどそういう優しい言葉をいただいてかなりすっきりしてしまった。なんかこうやって本当に落ち込んでる時にセーブポイントっていうか給水所っていうか、そんな感じで HP が回復する出来事が起こるなって思うな。
マジでめっちゃどうでもいい話していい？昨日健康診断に行ってきたんだけど、看護師さんとバトったああいう病院の検査って流れがさ、流れの指示が分かりにくいじゃん。あんまり完璧に口頭で指示出してくれるとこって稀だと思うんだけど、なんかそれによるすれ違いが起きて、レントゲンの検査終わって次2番に行ってくださいって言われたので、それまでの検査の流れって何番に行ってくださいって言われて、その近くの椅子で座って待つって流れだったのね。だからそれと同じように2番の近くの席で待ってたら、なんか急に21番さんどこ行ったみたいな。21番って私なんだけど、ざわめき始めて、と思って、はい私ですって言ったら、みたいな。レントゲン以降は自分のカルテを部屋の前にあるボックスに入れて待たなきゃいけなかったみたいで、そう言われて、ただ私ボックスに入れてくださいとは言われてなくて、でしかも壁にもそういう説明貼ってるわけじゃないし、だからと思って、いや私そういう説明は受けてないですって言ったわけで、しばらく看護師さんとこう無言で睨み合ってでたまたまその看護師さんが心電図担当だったのね。だから私はいすいません分かりましたっつって言いながら服まくり上げて、父丸だしそんなことがあってなんか疲れたいやなんかさ、あるじゃん、結構誤解されてとかで、そういう状況が結構多いのね私は。でそういう時って、言い訳とかあんまりするのもなーとか思っちゃって、その状況を受け入れてたんだけど、なんかだんだんさ、いやちゃんと事実は向こうに伝えとかないと自分の評価が下がるなって思って。言い始めて、てか自分の身は自分で守らなきゃなってほんとつくづく思って、で後からモヤモヤしてさ嫌な気持ちになるから、ちゃんと言うようにしようって決めたのよ。だからちょっとその看護師さんには私が考えを改めてしまった状況で出会ってしまったから申し訳ないなと思いつつ、いいでしょう言えるタイプですか？どうですか？でも別に言い訳とかじゃないよね。事実を伝えてるだけだもん。そういう健康診断ってスピード命だと思うからさ、私も移動は走るとかしてたからちゃんと私は協力的な姿勢を持ってたんですよってことをアピールしたかったんだよ。最近これにめっちゃハマっており、見かけたら買ってしまう。私子供の頃親の思想で結構がっつりオーガニックベジタリアン生活してたから、大人になってから添加物大好きになったこの白いアジサイがずっと気になってたんだけど、全然乾かなくて梅雨を感じる。じゃあ最後に告知を。8月に東京で開催されるインディペンデント東京というアートイベントに参加します。8月8日土曜日から8月9日の日曜日2日間。場所が浜松町の東京ポートシティ竹芝です。私も去年行きました。もうねすっごい参加者の数が多くて圧倒される。で私思ったのが、本当に数が多いからお目当てのアーティストさんがいるのであればそこを先に行った方がいいかもって思った。それは私が体力がないからかもだけど、見たいアーティストの方のブースが奥の方にあると、そこにたどり着いた時にはもう結構疲れてるみたいなことがあったから、その回り方をおすすめします。それで私は8月のアートイベント以降の展示の予定が今んとこないので、もしも作品を見たいって思ってくださっている方がいるのであればぜひ見に来てほしいです。せっかく東京行くから友達とか声かけて会いたいなーって思ったけど、意外と時間がなくて、なのでそのイベントに来てくれたら嬉しいなーって思っちゃってる。私はいい作品を描く
ということが一番大事なので、7月は集中して頑張る月にしたいと思います。この作品も展示予定なので楽しみにしていてください。じゃあ今日もありがとう。また来週。